はい、適当ソーイング。今日は、目調子の見方を紹介していこうと思います。で、まず、目調子の強い弱いってあるんですね。で、強い弱いがあって、強いと何がいいか弱いと何がいいかとかも解説していこうと思います。まず目調子強い場合ですね。で、これ極端な例で言ったんですけど、目調子これ強い場合、もう裏地とか薄い生地でやるとよくわかるんですけど、こういう風にピリつきとか、パッカリングっていうんですね。これはもう目調子が強くて布が縫いしかんでるっていうのが目にわかる状態ですね。これ目調子強い、×ダメってことですね。けどこれ目調子強い悪いで、これ見るからに何が良くないか分かりますよね。布が強くて縮んでギャザーみたいに縫いしかんでる。これ目調子強いの極端な例ですね。でこれ目に分かんない時もあるんですよね。厚い生地とか、でそういう場合は、どう確認したらいいかっていうのも解説していこうと思います。でじゃあこれを目で分かんない場合どう確認するかっていうのが、洋服の型紙とかありますよね。でこれが、例えばその一つのパーツだとしますよね。でどっかを縫い合わせて、でここの目調子が強かったって時の見分け方ですね。で単純にその裁断した型紙の上にその裁断して縫ったパーツを置いてください。そしたらここの寸法が基本的に縮んだりしてるんで、そういう場合にはもう小さくなってるっていうのが目で分かりますよね。からそういう風に見てあげると分かります。でも型紙に置いても分かんない状態だったりするときはもう手で確かめたらよく分かります。目調子が強いとこう縫ったとこを指と指で挟んでこうパンと貼ったらなんか指で引っかかるというかつってる感じがするんですね。それはもう確実に目調子強かったりするんで、そういうとこで見分ければいいかなと思います。はい。で目調子強い時は基本的にこんな感じで、次目調子弱い時ですね。これですね。もうなんて言うんだろう、これも極端な例ですけど、浮いてますよね。よく見たら、横から見ると浮いてたりする。こういう風にプクプクしてますよね。でこれ指で触ったらプクプクしてるの分かるんですよ。で細い糸だと分かりづらいんで、こういう風に確認する方法がまず一つ。これもよく見たら浮いてますよね、横から。分かりますか？これ弱いの目で分かりますね。でこういう風に太い糸だとなおさら分かるんですけど、これ今分かりやすいようにわざと太い糸で、大きめの運針で縫ってるんでよく分かるんですけど、普通の運針とかだとよく分かんなかったりするんで、そういう時にどう見分けるかっていうのを紹介します。で目調子弱い場合ですね、自分が試し縫いした時にこうやって布をパンと開いてください。そしたら、こう広がってくんで、弱すぎる場合こんなゆるゆるなんですよ、目調子弱いのは。でこれをなんて言うんだろう、縫い代割りアイロンとか肩倒しアイロンして、こういう風になるわけですよ。これ商品で売ってたらびっくりしますね。目調子ゆるゆるってことなんですよ。でこういうのがゆるいと。なんで試し縫いした時にこうやって指でパンと貼ってあげる。でこういう風に見るとよくわかります。でこれ極端な例で色変えてみたんで、なんて言うんだろう、目調子も見れるんですよね。多分職人の人とか仕事し慣れてくると同じ色でもこうなんて言うんだろう、これ続けて目調子のうまい取り方というか、見方っていうのもこのまま説明していきます。目調子っていうのは強弱別として、いいのがこの中間にあるとこですね。布と布が挟まれてミシンがこう縫われていって、でこの輪っかをお互い作り合うんで、これの中間位置がいいっていうことなんで、単純に考えて布パンって貼って、この間のリングが2つ、間ぐらいのとこ来てるといいってことですよね。だからこういうのとか指パンって貼ったらよくわかります。でそれで目調子見ていけばいいと思います。でこれ見るとちょっとまばらですよね。じゃあこれちょうどに整えられるかちょっとやってみます。
今全体的に黄色が見えてるんで、このミシンは黄色が上の糸ですね。で下糸が、下の糸なんで、もうちょっと黄色を強くしてあげたら赤がもうちょい見えるんじゃないかなと思うんで、上糸を強くします。黄色の糸ですね。引き上げる感覚です。でやると、赤が見えてきましたよね。でさっきよりこれだいたい真ん中に来てるの分かりますか？黄色より赤が均等ぐらいに増えてますよね。でこれでこれが真ん中の状態に来てるんで、目調子が取れてるっていうことになります。でこれ多分針傷んでるんですけど、こういう風にまばらですよね。黄色がたまにあったり赤がまばらにあったり、そういうのは針が傷んでたり、こういうとこですね。こういうとこのどっかに引っかかってないとか忘れとることもあんで、なんか均等にこうやって目調子作れてないなってなったら、ここに引っかかってなかったり、針のどっかが傷んでたりして、何針かに一針こういう風に目調子が悪くなったりするという感じになります。あと補足なんですけど、目調子厚地と薄地どっちが取りやすいかって言ったら、やっぱ厚地なんですよね。図で書くと、これ布を半分に折った状態ですね。ここで半分に折りましたっていう状態で、目調子がこうやって取られていくわけですよね。でここの上と、要はこういう状態を作りたいということですね。これ布です。でこれ糸、上と下の縫い目で、これで縫い目が1個できるという理論なんですけど、これがこの真ん中の時に来た時がいい目調子が取れるんですけど、これが生地が分厚ければ分厚いほど、この表面に見えないってことですよね。表から見えるのはこっち側の縫い目なんで、ここですね。なんでこの生地の厚み分、たとえここがど真ん中じゃなくても、ここだろうがここだろうがごまかせるってわけなんですよ。なんで、基本的に生地が厚い方が、目調子が取りやすいっていう理由ですね。であとこれが糸が太くなると、また目調子が取りづらくなります。薄い生地で太い糸で目調子取ろうとすると、どういうことが起きるかっていうと、単純に糸が太くなるんで、こういうことですよね。こうなるから、この辻褄が合わせるのが、合わせづらくなってくる。極端に言うと、この薄さでこことここの目調子を取らなきゃいけないと。で糸が太くなるんで、もうこの数ミリの間でしか辻褄を合わせられないってことになるんで、薄い生地で、太い糸で目調子取ろうとすると難しくなるのはそういう理由です。で生地を厚ければ厚いほどこうやって目調子取りやすい。なんでかっていうと、この厚みの中でたとえここのど真ん中に来なくてもごまかせるからっていう感じですね。基本的に、厚ければ厚いほど生地は、意外と目調子は合わせやすいっていう感じですね。今日はこんなところで終わります。ご視聴ありがとうございました。